こんにちは、ながめひゆです。今回は無名 VTuber の超リアルな配信環境をご紹介します。収録時点で登録者数は4300人台。普段はホヨバゲーの解説ショートをメインとしながら配信もたまに行っています。同説は10人行くか行かないかくらいですので、よく見る VTuber の一人といった感じだと思います。実質で配信してるので結構生活感が溢れていると思います。その点も含め楽しんでいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。まずはメインモニター、デル27インチ 4K モニターです。大きいなぁと思うかもしれませんが、私は Apple 信者でして、もともと iMac を使用していました。なので、イラストとかを描くときに大きいモニターじゃないとちょっと描きづらくてですね。で、今回大きいものをメインモニターとしています。サブモニターはベンキューの24インチのものを使用しています。もともとこれをメインモニターにしていましたが、今はサブモニターとして活躍してくれています。続いてはこちら、ボロボロですが、ワコムシンテック 13HD です。これで普段イラストを描いたり、サムネを作ったりしています。2019年頃にメルカリで購入しました。こちらは出品者の方が2014年頃に購入したものらしいです。そう思うとすごく長持ちしていますよね。子供の時の私が一生懸命お金を貯めて購入したんだなと思うとちょっと可愛いですよね。それもあって思い入れがあるものです。寿命が来るまで大事に使いたいと思います。液タブの下には普段から服用しなくてはいけない薬だったり、ロルバーンのスケジュール帳やネタ帳があります。私はスケジュールはアナログとデジタル両方使っています。皆さんはどっち派ですか？マウスは以前ファンの方にいただいたロジクールのゲーミングマウスです。ありがとうございます。そしてこちらはクリップスタジオタブメイトという左手デバイスです。クリップスタジオというイラストソフトがあるのですが、それ専用で使っています。ちなみに液タブの裏はこんな感じになっています。一応四角になっているので、液タブのペンや左手デバイスなど黒色のガジェットだったり、パッケージは白だったのになぜか中身が茶色だったダイソーの湿度温度計をここに置いて隠しています。オーディオインターフェースはヤマハ AG03MK2 よく見るやつですよね。なんかすごく安く買えた覚えがあります。多分セールだったかなと思います。隣にある小さいスピーカーはリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。ちなみにマイクとマイクアームも付属でした。配信をする分には十分なクオリティかなと思います。また歌収録とかをする環境は旦那の部屋の方に設備されています。ポップガードもリスナーさんにいただきました。ありがとうございます。キーボードは ASUS AK820 Pro です。これずっと欲しくて、紫と青で私のイメージカラーとぴったりですよね。本当にいい買い物したなと思っています。アプリでキーボードの光り方を変えることができます。私はこんな感じで設定しています。打鍵音も結構いいですよね。小さい液晶もついていて、私はココミちゃんを映しています。ちょっとわかりづらいと思いますが、実際見るとすごい綺麗に映っています。あと私は保護シールは取らない派です。続いてストリームデックです。こちらは旦那が使わないからと言って貸してくれています。ありがとう。いずれは白いものに変えたいなと思っています。で、ストリームデックの中にポモドーロタイマーを入れていて、これをよく使っています。作業でよく使う URL はここにまとめています。また私のチャンネルや各ゲーム作品の YouTube や Twitter のリンクに直接飛べるようにもしています。デスクの奥にはディズニーランドホテルのアメニティの缶に塗り薬やアレルギーの薬など、豚腹系ですね、を入れています。そしてこちらはかなり初期に作ったカエルチョンのコルクコースターです。安定感が良くてすごく愛用しています。要望があればまた再販しようかなと思います。こちらはファンの方にいただいた無印良品のアロマストーンと川崎水産から誕生日プレゼントでいただいたアロマオイルです。嬉しいので自慢します。こちらは今年の誕生日プレゼントで旦那からもらったオーディオテクニカのワイヤレスイヤホンです。ありがとう。もともと使ってた AirPods が壊れて PC 用に使ってた AirPods Pro が外出用になったんですよね。
そのため PC 作業で使うワイヤレスイヤホンがずっと欲しかったんです。オーディオテクニカの装着感はちょっと重め。音質も3万円くらいする AirPods Pro と比べたらめちゃくちゃいいとはちょっと言い難いですが、起動も早いですし、音質もそれなりにしっかりしているので、音質にこだわらない作業の時は重宝しています。何せワイヤレスですからね。私みたいにコードによく手を引っ掛ける方は一つあると便利かなと思います。奥にある小さい盆栽はナノブロックの盆栽です。本来はこれくらいのサイズなんですが、旦那が余ったパーツでちび盆栽を作ってくれました。可愛いですよね。旦那はなんかこういうちまっとしたものを作るのがすごく上手で尊敬しています。その横にはダイソーで購入した造花たちが並んでいます。ちょうど6月にアジサイの造花が売っていて思わず買ってしまいました。緑があると一気にその場が華やかになりますよね。さて動画ではちょっと映っていないんですが、キャプチャーボードはアバーメディアのものを使っています。もともと分配器をつないで PS4 とスイッチが映せるようにしていたんですが、プレファイになってからその持っていた分配器が対応してなくてですね、最近はもうプレファイを直接つなぐ用のキャプポとなっています。早く分配器を買わないといけないですね。そういえばパソコンの紹介がまだでした。PC はストームの境界シリーズのものから選びました。水冷式なんですが、最近 SSD を増設したおかげか、ファンがよく回るようになりました。液晶にはキーボードの液晶にも映していたココミちゃんが映っています。光らせてみるとすごく綺麗ですよね。ちょっとマニアックかもしれませんが、電源を入れた時に水冷の水の音がちょろちょろっと流れるんですけど、それを聞くのが結構好きです。PC が届いた時、あまりにも大きくてガチで重たくて、私一人では PC 持ち上げられませんでした。なので後日男友達に急遽手伝いに来てもらって、なんとか設置を完了させました。確かピザをおごった記憶があります。ちなみに PC が入っていた箱は157センチの私がすっぽり入ります。めっちゃでかかったです。そりゃ重たいよね。こんな感じでおしゃべやとは言い難いですが、個人的には気に入っているデスク周りです。普段は21時から何かしらやっておりますので、ぜひショートや配信にも遊びに来てくださいね。動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた。